私たちにできること、私がしたいこと。埼玉県立教大学3年、多田千尋さんです。皆さんこんにちは。立教大学3年の多田千尋です。今日は皆さんに私のこの3年間の私なりの復興支援活動と、それを経てこれから私がどのように被災地と関わっていきたいのかについてお話ししたいと思います。東日本大震災から3ヶ月後、2011年6月7日、立教大学では学生ボランティアの不足に際して被災地に学生を派遣しようという思いから、立教大学東日本大震災復興支援プロジェクト学生支援局 3S という団体が学生によって立ち上げられました。私は今その 3S で4代目の代表をしています。私たち 3S はまだ被災地に行ったことのない、復興支援をしたことのない学生を対象にしたバスツアーの開催や、福島県から東京都へ広域避難されている方々を対象にしたサロン活動を他大学と協力して行ったり、写真展の開催、大学内での防災イベントを通した啓発活動などを行ってきました。私が 3S で活動を始めるきっかけとなったのは、ゼロバスツアーというバスツアーがきっかけです。被災地の被災状況を見て、語り部の方の被災当時のお話を聞くということが中心の被災地を知るためのバスツアーで、2012年6月、私が被災地に行くのはこの時が初めてでした。行き先は宮城県石巻市と女川町。そこで見たのはとても衝撃的なものでした。津波にさらわれたままの建物や土台だけになった家の跡がいくつもありました。テレビで見る被災地と自分の目で見る被災地は全く違っていました。移動中、バスの窓から見えるのは何もない広い土地。もともとは町があったであろうその跡だけがずっと続いているのが見えました。そしてバスを降りて歩きながら目に入ってくるのは土の中に埋もれたぬいぐるみや食器たち。今はもう何もないその場所にもともとは住んでいた人たちがいるのだということを痛感しました。あの時に見た衝撃が私の何かしたいという思いにつながっています。そしてその1年後、私はバスツアーのスタッフをすることになりました。ツアーの構想から企画、当日の運営を行うのですが、それまで被災地を知る側だった私が、今度は他の学生に伝える側、知ってもらう側になりました。この時参加してくれた学生が、被災地に来るきっかけをくれてありがとうと言ってくれました。そしてその後も継続して被災地と関わり続けるその姿を見て、私はスタッフとしてバスツアーを成功させられたという達成感を得ることができました。3S に入った当初、私は何かしたい、でも何をしたらいいかわからないというふうにもやもやした気持ちを抱えていました。でもその中で気づいたことがあります。それは被災地に生き続けることの大切さです。被災地で出会った方は皆別れ際にまた来てねと言います。そこには震災、被災地、自分たちのことを忘れてほしくないという気持ちがあるように感じました。まずはその気持ちに応えたいということ、そして復興支援活動をするには被災地が今どんな状況なのか知る必要があるということ、被災地には会いたい人がいるということ、理由は様々ありますが、被災地に生き続ける、関わり続ける、とにかく続けることが大切だと思うんです。
これまでの経験を通して私が今思うことは、学生と被災地をつなげる拠点が必要だということです。今年の夏、私は福島県浪江町に行きました。至るところに検問があって人が住まない町はとても異様な雰囲気がありました。来るたびにだんだん家が傾いて潰れていくの。案内してくれた方が言いました。人が住まないことで家は古くなり脆くなり潰れてしまうのだそうです。陸前高田市では今、土地のかさ上げのために土を運ぶベルトコンベヤーが町中に敷かれています。被災地はまだこれから復興していくところだと思います。でも被災地以外の場所では、もう震災は風化していて、確実に関心は薄れています。まだ支援が必要なのに、継続的に支援に参加できる人は減っています。私たち 3S が学生と被災地をつなぐ拠点になることができれば、まだこれから必要な継続的な支援ができるようになります。学生の中にはきっと、かつての私と同じように何かしたいと思いながらも、なかなか行動に移せない人がいるはずです。私は同じような学生として、同じ学生という立場で、そういう人たちの背中を一押しできる、そんな役目がしたいと思います。学生が学生をサポートして巻き込んでいくことで、私たちの活動は受け継がれて、継続することができます。一人では難しくても、みんなで被災地と関わり続けることができます。それが震災の風化防止にもつながるはずだと思います。3S を学生と被災地をつなぐ場所にすること、それがこれから私が被災地のためにできることであり、私がしたいことです。ご清聴ありがとうございました。